中学3年間の不登校で一般常識を知らずに来ました。そのことを強みとして生きていけるような将来を教えていただけますでしょうか。不登校、一般、強み。いや、強みも弱みも別にないとは思うんですけど、中学校3年間行っても別に一般常識とか、そんな知れたりはしないんで、社会で生きていく上で、中学校で得た体験とかが活かせるかっていうと、全然活かせないただの閉じた世界なんで、そもそも教育って義務教育は忠実な国民を作るための教育なんですよね。前提として。だから、君が代も習うし、国家斉唱するでしょ。あれはあなたは日本人なんですよってことを植え付けるために、洗脳するためにやってる仕組みなんですよ。そうしないとだって日本国なんてものは物理的には存在しないんで、わかんないじゃないですか。あれはバーチャルな概念なんで、国境線なんてどこにも引かれてないんで、だからあなたは日本国民なんですよって洗脳しないとあなたは日本国民にならないんですよ。江戸時代までは日本人っていう概念もほぼなかったんで、どこどこ村の村人ぐらいの認識以上のことはないし、殿様の顔なんか知らないし、武士に支配されてるっていう風にも思ってないと思うんですよ。昔の江戸時代の人って。だけど、外国がこう攻めてくると。列強が攻めてくるから日本として独立をしなければいけない。だから、日本っていう概念を作んなきゃいけなかったんで、教育の中で小学校1年生からあなたは日本人だ、あなたは日本人だって教えていってるから私たちは日本人だって思い込んでるんですね。まあ単なる思い込みなんですよ。それは義務教育の第一の目的です。日本人であることを知らせること。で、もう一つは軍事教練です。運動会とかで整列して前に習えとかラジオ体操やったりとかしてたじゃないですか。それも全部はみ出さない兵士を作るための教育なんですよ。だから、もともと軍事教練なんですよ。陸軍とか海軍でやってたことを小学生にやらせてるわけですよ。炎天下とかでそういうのやられてバタバタと倒れていく女子生徒とかいたじゃないですか。なんでこんなことしてんだろうなとか、まあ疑問には思うんだけど、まあね、逆らったら怒られるんで、みんな仕方なくやってるわけですけど、それは兵隊に取られた後軍隊でみんながね、バラバラに行動してたら困るじゃないですか。だから小学校の時からあれ教えてるんですよ。だけどまあ、日本徴兵制なくなったんで、本当は必要なくなったはずなんだけど、ちょうどね、高度経済成長で、工場とかで働く規律正しい労働者を作るためにすごく役立ったんで、そのまま残ってるんですよ。現代社会では全く必要のないことを結構教わってます。さらにそこで暗記偏重の教育みたいになってるでしょ。暗記偏重の教育なんて、もう全部 Google で検索すればわかるわけだから、チャット GPT に聞きゃわかるんだから、そんなの別に自分たちで覚える必要ないじゃないですか。覚える必要のないことを覚えさせられてるんですよ。これもよく言ってる話なんですけど、僕は小学校とか行ってた時代ってそろばんってものを習わされたんですよね。パチパチこうやって弾くやつがあるんですけど。いや、だって計算機とかあるから、僕の時代から電卓あったんで普通に。みんな普通に使ってたから、電卓でいいじゃないですか、これ。手を使うと頭が良くなるんだとかって言われてたもん。さすがにみんなはもう使ってないと思いますけど、あれ多分そろばん屋の利権ですよ。結構笑い事じゃなくて、そろばん屋さんはもうめちゃくちゃ困ったと思いますよ。そろばん屋を延命させるためのもう苦肉の策ですよ。僕も買いましたもん、そろばん。マジで金の無駄だよね。時間と金の無駄だよね。そんなことばっかやってますから、中学校今。行く意味ないですよ。だから強みでもないんだけど別に弱みでもないかなっていう。